はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。ボスのコンパクトリバーブ RV6 です。RV シリーズの6ですね。こちらもね、非常に結構評判のいいエフェクターだと思ってます。デジタルリバーブなんですけど、3つのつまみ、プラスこの8つのモードの切り替えで、いろんなね、リバーブの音が出せる、使いやすいモデルになっています。以前ね、リバーブだとですね、以前ね、こういうエンプレスだとか、あとはボスの RV500 だとか、ハイエンドモデルもいくつか紹介してるんですけど、これはね、そういったですね、ハイエンドモデルみたいに操作がややこしいことは全然なくて、本当に超シンプルな操作感です。ステレオイン、ステレオアウトに対応していて、こちらですね、EXP って書いてますね。ここにエクスプレッションペダルを差し込んでですね、リバーブの深さをリアルタイムで随時ペダルでですね、変えていけるというような仕様になっています。ということでね、実際どんな音がするのかっていうのをね、見ていきたいと思います。というわけで、行ってみましょう。では早速ですね、RV6 の音を見ていきたいと思います。こちらですね、レベル、トーン、タイム、この3つのつまみですね。この3つだけで音を作っていく感じです。そしてですね、こちら、ちょっと見にくいんですけども、様々なモードがありまして、多彩なサウンドバリエーションが出せる、ここですね、いっぱいありますけど、8モードのリバーブが搭載されております。で、それをこの一番右側のですね、モードつまみで切り替えていくような感じになります。でですね、まずバイパスの音はこんな感じです。ギターはギブソンの ES335 で、そこからですね、この RV6 に入りまして、そこからこちらの動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプに入ってアンプのラインアウトから出力しております。バイパスの音はこんな感じです。335のミックスポジションです。こんな感じです。では全部ですね、今12時の状態でオンしていきたいと思います。ちょっと見にくいんですけどね、真ん中のプレートリバーブからやってみたいと思います。オンにします。こんな感じのプレートリバーブがかかります。結構ね、しっかりかかりますよね。で、ここでですね、3つのつまみがありますので、こっちの左側の3つのつまみでですね、それぞれ音を調整していくような感じです。もう細かい設定っていうのは特になくて、エフェクトレベル、そしてトーン、タイム、この3つだけですね。レベルはですね、文字通り、ドライ音は出るんですけど、で、ここのエフェクトレベルでどれだけエフェクトをかけるかどうか、エフェクトのボリュームですね、を調整します。で、こう上げていくと、こんな感じですね。これマックスにすると、こんな感じでかなりしっかりかかります。そしてトーンは12時の状態だったらまずこんな感じですね。上げると、エフェクト音の広域が上がるような感じですね。パリッとした音になります。で、トーンを下げると、エフェクト音のですね、残響のハイの成分がですね、下がるような感じです。そしてタイム。まず、このままの状態だと、このくらいの残響の長さですね。で、これを上げると、はい。残響の残り方がすごく長くなります。そして下げると、残響が短く途切れるですね。繰り返しの回数が少なくなるようなイメージですかね。短く切れる感じになります。こんな感じでね、この3つのつまみを駆使して音を作っていくような感じになります。パラメータはですね、この3つだけなんですけど、この中ではすごく複雑な処理がされていて、このモードに合わせてなかなかね、複雑な計算がされてるみたいです。ではね、いろいろモードもありますので、次のモードの音を見ていきたいと思います。まずはやっぱ定番のところからいきたいので、今のがプレートリバーブでしたね。で次はホールに行きます。
すごい部屋の広がりがあるような深い残響を得ることができます。そしてルームですね。先ほどの壮大な広がりではなくてですね、結構短く切れるような残響になります。そしてですね、こっち側に戻ってですね、次スプリングですね。スプリングリバーブの音をこのデジタルで再現した音があります。それがこんな音ですね。あ、いいですね。スプリングリバーブ特有のですね、ピチャッとした成分がしっかり再現されてて、とても気持ちいいですね。前にね、この動画とかでスプリングリバーブを再現したですね、レジェンドシリーズを紹介したんですけども、あれもね、こんな同じようにですね、スプリングのですね、ピチャッっていう感じがね、しっかり再現されてたので、とても良かったんですけど、このね、RV6 のスプリングモードもね、とてもいい感じだと思います。そして次ですね、モジュレート。リバーブにモジュレーションがかかってですね、これも広がりのある、コーラスがかかったような気持ちいい音ですね。すごい幻想的な音になります。僕この感じとても好きです。そして、こっちに戻って、次はですね、真横ですね。これがダイナミックモードですね。このダイナミックモードというのが演奏に合わせて効果の深さを自動的に設定するリバーブです。ということで、演奏自体の輪郭を失うことなく深い残響が得られますということです。ちょっとやってみましょうか。結構ですね、アルペジオみたいな入力の小さい音っていうのはすごくバーッと広がって、カッティングみたいなですね、結構しっかり入力が入ったものに関しては、リバーブがちょっと弱まってくれて、カッティングとか輪郭が潰れにくい音になるような印象です。例えばこういうね、こう優しくこうアルペジオを弾くと、こうやって深くかかってくれます。で、これを1回見るとですね、リバーブのかかり方が結構違って聞こえるんじゃないかなと思います。でもこんな感じで入力が強いものに関してはぼやぼやしすぎないように自動的に調整してくれるような感じですね。これ結構使えるかなと思いました。カッティングしても自動的にですね、リバーブの深さを変えてくれるので、かけっぱなしで使うのにとても使いやすいかなと思いました。そして次ですね、シマーですね。ストライモンとか有名ですけど、高音のきらびやかさがですね、非常に特徴的なリバーブで、倍音の広がり、包まれるようなですね、幻想的な演奏ができますということで。こんな感じですね。ボスの島はですね、結構機械音っぽい、シンセっぽい音がですね、非常に特徴的ですね。結構自然な音が好きな人もいれば、こういうもっとね、機械音っぽいのが好きな人もいると思うので、ボスのですね、この島の色っていうのはね、しっかりはっきりしてていいのかなと思いました。個人的にはですね、この動画で紹介したエンプレスの島がね、とっても好きでした。そして最後ですね、一番最後がプラスディレイというモードですね。これとてもいいですよ。リバーブも入るんですけど、しっかりプラスディレイが入るので、リードとかでも非常に使える音になります。こういう感じですね。これはね、タイムとかでちょっと短くしてあげたり、長くして調整すればいいかなと思います。
タイムでですね、ディレイを短くしたり長くしたりできるので、これで調整するといいかなと思います。こんな感じですね。リバーブと一緒にディレイが足されるモードです。いかがでしょうか？モードもですね、8つということで結構絞られてて、どれもね、使える音だったと思います。僕は特にね、アルペジオとかだったら、モジュレートモードだったり、スプリングモードっていうのがね、とってもいいなと思いました。で、今これ、モノラルで出してるんですけど、インプットもアウトプットもステレオで出せるので、これでアンプ2台で、より広がりのね、ある音を作ることも可能です。そしてこれも一つ特徴なのですが、エクスプレッションペダルを使えるので、これを使ってですね、効果の深さをリアルタイムに調整することができます。それちょっと簡単にやってみたいと思います。ちょっと配置を変えさせていただきましたけど、これでですね、RV6 とですね、これローランドの EV5 っていうですね、エクスプレッションペダルですね。これ非常にですね、軽くて、お値段も安くて、とても使いやすいので、使ってみてください。安いし、軽いし、おすすめです。概要欄にリンク貼ってますので、ぜひね、詳細見てみてください。こんな感じで。ではですね、音を鳴らしてみたいと思います。ちょっとね、わかりづらい音はちょっと省かせていただいて、とてもわかりやすい音、派手なですね、シマーで試させてもらいたいなと思います。まずですね、この一番上になってる状態ですね。この上になってる状態だと、エフェクトが弱くなります。で、この弱さとかレベルというのは、ここで、このつまみがあるので、これでですね、マックスした時に 100%。で、上げ切った時に 0%、もしくは 50% とか、ここで調整できるので、それもね、この EV5 のいいところでもあります。今はですね、踏んでマックスで、上げてですね、0% の状態ですね、エフェクトが 0% の状態に設定しています。まずは、踏んでですね、シマーの音ですね、一回聞いてみたいと思います。はい、こんな感じですけども、これを上げると、エフェクトが全くかかってない状態ですね、になります。で、これを踏むとですね、こんな感じでできるので、めちゃくちゃ良くないですか？このシマーとの相性はとてもいいなと思ってます。こっちでエフェクトマックスにしておけば、もっとこの差を出せるので、とても面白いと思います。はい。こんな感じでね、エクスプレッションペダルを使うとですね、このシマーの音とか、とてもね、面白い使い方ができるというか、このエクスプレッションペダルを使うと、よりですね、面白い使い方ができてくるかなと思います。このね、RV6 も EV5 もですね、商品のリンクをですね、概要欄に貼っておりますので、ぜひね、そちら見ていただいて、購入検討してみてください。とてもね、いいエフェクターだし、エクスプレッションペダルだと思うので、ぜひね、参考にしてみてください。はい。いかがだったでしょうか？とってもいい感じですよね。これ1台でこの8つのモードが使えるっていうのもいいですし、それプラスですね、つまみが3つしかないので、非常にね、音作りもシンプルかなと思いました。個人的な感想で言うと、こういったですね、エンプレスのリバーブとかに比べたらデジタルリバーブだなって感じはするんですけど、それでもね、とってもいい音だと思います。実際ね、オケに混ざったら気にならないと思いますし、これも非常にいい音でした。個人的にはね、ボスのシマーなんかがね、もっとエンプレスだとか、ストライモンみたいな、ああいうシマーがね、僕は好みなので、その辺ですね、ボスのシマーが好きな人には、とってもいいんじゃないかなと思います。という感じでね、こんな感じで、僕の動画では、こうやってボスのコンパクトペダルの紹介だったり、ボス以外のエフェクターの紹介だったり、ギターの紹介だったり、あとはバンドマンのエフェクターボードの紹介なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機会にポチッとチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということで本日は、ボスの RV6 の紹介でした。本日もありがとうございました。ゆうきでした。バイバイ。